はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日の新月から8月2日満月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。お願いします。いつも言ってるんですが、タロットは必ずしもこうなるという予言ではなくて、何かリーディングすることによって今起きてる出来事、皆さんの現状で今起きてる出来事の気づきのヒントになればいいなという視点で見ていただければ嬉しいです。ではよろしくお願いします。それから星の動きでちょっと注意しておいていただきたいことがありまして、7月23日から金星というね、社交性とか愛情とかお金っていうものがちょっと逆行しますので、それらにおいて少し勘違いが起きやすいと言われています。特にこれが獅子座のエネルギーで起きるんですけれども、何か表現したいと思っていることがうまく表現しにくいとか伝わりにくいとか、または患者の皆さんにとってはこれはお金のところで結構起きているので、お金に対してもっとクリエイティブで生み出したいのになかなかそれが形にならないとか、何か経費がよくかかるとか、そういったお金の運用に関してはちょっと注意が必要かなと思います。それが9月4日まで金星逆行、9月4日ですね、4日まで逆行しているので、ちょっとこの期間はお金を動かすとしたら慎重に、そして今やってるプロジェクトや自分が信じている価値に関してはちょっとグラグラっとしやすいですが、頑張って信じ抜いてくださいね、ここはね。はい、ではカードで見ます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード6の逆、ペンタクルス4、カップページ逆とペンタクルスクイーンの逆とワンドクイーン逆、そしてカップナイト、マジシャン、気をつけることや対策はペンタクルスの2ですね。そしてワンド9の逆、そしてオラクルはじゃん、カップクイーンの逆ですね。まずですね、7月18日の新月っていうのは蟹座で起こる新月なので、蟹座の皆さんにとってはこの新月はもう願いが叶うパワーが強いというか最大値というふうに言われているので、7月18日からですね、その時ってすごく自分の気持ちに正直に忠実に思っていることを意図していただければ、それはその道ができてくるよみたいな、そんな流れです。ただここまでの流れの中で少し金田さんナイーブになってたのかなって感じがしますね。自分が思っている方向とはちょっと違う方向に進んでるとか、もしくは思ってるほど流れていかないみたいな、そういった、焦りというか不安感みたいなものがあったのかなって感じがします。だからこそ絶対に守りたいものは守りたいとか、損したくないとか、これだけはきちんとしたいみたいな強い思いっていうものも同時に生まれているのかなっていう感じがあり、それはなくさないですね。さっき、ね、7月23日以降ちょっとお金のことを注意する時期ですねっていうふうに言ったので、大きなお金を動かすとか、この時期ポッと出た話に飛びついて何かすごい投資するとか、それに関してはちょっと注意なんですが、そんなことはあんまりしなさそうで、本当に日常経費で必要なことはこの時期かけましょうみたいな感じがあります。で、大事なものを守るためにそれはやる、もしくは大事なものを手に入れるためにお金をかける、うまく運用するっていう風にカードでは出てます。はい、それで気持ち的になんですけど、なんとなく新しい自分の中から湧いてくる何かっていうものがあるんだけど、それにあまり自信がなかったり、これを信じていいのかとか、これを形にしていいのか、このために努力していいのかみたいな、何かちょっと戸惑う気持ちっていうのもあったのかなって感じがしますね。ただそうですね。7月23日以降っていうのはちょっと自分の価値とか感覚とか直感とかもそうなんですけど、自分の五感っていうものが結構ね研ぎ澄まされる流れなんですね。でオラクルも、カップのクイーンということですごくこれは直感力のある繊細でもありながら素晴らしい感性を持っている人が描かれているので、おそらく金座の皆さんもちょっとこんな感じでいつも以上に直感が働くとか、いつも以上にイマジネーション使えるとか、何かすごい芸術性
を発揮するっていう期間なのかもしれません。でその期間に自分がどれだけ自分のことを信じられるかとか自分に価値を置けるかっていうことを試されているっていうふうに思ってください。そして何か形として何かを生み出さないととかこれだけ稼いでるからとかこれだけのことやったからっていうことは今はあんまり関係がないみたいで、どれだけ自分の中から溢れてくるその感性を自由に泳がせてあげるかとか自由にそれを生かすかっていうことの方が大事みたいです。そして決して人と比べないでください。ここでもカップペンタクスのクイーンやワンドのクイーンっていうのも出てきて逆位置になってるので、なんか人はうまくいってるとか、もしくは昔一緒にやったビジネスはあっちの会社がうまくいってるけどこっちはうまくいってないとか、そういったことは全然関係ないので、今自分の中から溢れ出てくるその感覚っていうものを本当にいかに泳がせて自由にさせるかによって、それがここからね少しずつ形になっていくよっていう感じに言われてるんですね。もう本当にオリジナルですから、患者の皆さんオリジナルですからね誰かと同じとか比べたりっていうのは全く関係ないです。でその自分から出てきてる感性をちゃんと見てくれる人がいる、ちゃんとそれを応援してくれる人がいる、声をかけてくれる人がいるっていう感じがします。そして、一緒に何かを始めていくとか、新しく何かね進んでいくなって感じがしますね。でちょうどこれ星の話になるんですが、7月18日って新月でもあるんですけども、もう一つ自分の使命を思い出すとか、自分の今回生きている目的をちょっと鐘が鳴ってはって気づくみたいな、そういった流れっていうのも18日以降起きてくるんですね。でそれが特に患者の皆さんは自分の生き方とか社会っていうところでカン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 ってベルが鳴りそうなので、それによってやっぱりこの道で行きたいみたいな新しいものを作っていく準備をするって感じがします。もうこれはスタートのカードなんですけど、スタートするというよりはスタートを決めてその準備をしていくっていう感じがしました。まだその道具を揃えている段階っていう感じがしますね。っていうのは今まだこの8月2日までの間にはそういった自分の思いをちゃんと組んでくれたりとか声をかけてくれたりとか認めてくれる人が出てきてやっと決断するみたいな形なので、まだ実際は動く準備っていうのはできてないのかもしれないですね。もう少し時間をかけてしっかり準備しても大丈夫だよっていう感じで言われているので、焦らないようにしてください。ちょっとカードでも見てみようかな。7月18日最大パワーが使える新月ってなったら皆さん何を願いますか？本当に純粋に自分の感じてることを言葉にしたり書いたりとかして、できたらカペラノートとかにも書いていただいて、そうするとどんどん湧いてくるって感じがするのでね、まだそれをご自身では信じていなかったとしてもそれはだんだん形になってくるっていう感じがします。はい、忍者の逆、まだ考えてるしまだ練りたいそしてまだ自由な発想というか自由に生きるまでに解放すべき条件がいくつかあるって感じがしますね。なんか人ってすごい苦しいとかもう死ぬみたいな、もう選択肢がなく死ぬってなったらどんな方法でもそこから逃れようとしますけど、そこまで悲惨じゃないがゆえにいくらでも生きれますよね、自分次第で。でそれゆえに作ってしまった自分の砦だったりとか動きにくさだったりっていうのもあるし、今が悪いわけじゃないしっていうところでもう少しよく考えたい、どうしようかっていう感じがあるんですけど、その自分が作ってしまった砦をどうやって取り除こうかとか、これをどうしようかっていうふうに考えても頭で考えてもなかなか答えが出ないし、どちらを取ったとしても一長一短っていう形になりやすいので、ここはこの2週間に関してはとにかく決めないでくださいと。とにかく今自分の中に感じている感覚に注目して、五感が優れている時ですからね、その感覚に忠実に従って自分の中の感性を自由に羽ばたかせて、そこに、ついていってくださいみたいな感じがしました。それが新しい道しるべになるよみたいな感じがしました。ですのでこれを皆さんの好きなように恋愛や人間関係や仕事に置き換えて解釈してみてください。人間関係
で言うならば、人間関係で言うならば、誰かからのお声がかかるのかなって感じはします。ですごくナイーブなのでいろんなとこに気が付くんだろうなっていう気はしますが、その相手の相手の持ってるものとか状況とか何をしてるとかではなく、相手の感性と自分の感性がピピッとなんか惹かれ合えばいい感じなのかなっていう感じがしますね。はい。ビジネスにおいてもそうですね。ビジネスにおいては別に損しませんよとか、ちゃんと守っていけますよって出てるんですが、新しい展開っていうのはもう少し後かなっていう感じがしますね。はい。8月の後半になったら動きが出てきますので、この今温めてる感覚を使って動いて、それをまた形にしていけるかなと思います。はい、ということでここまでにしておきます。次回はまた8月2日までにアップしたいと思います。もし何かしら今回の内容良かったよとか参考になりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。それではいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。